どうも、作曲家のトイドラです。今回は、菅野陽子の誰か海をという歌を分析していこうと思います。この歌はアニソンでして、有名な歌手、エメ、紅白にも出た人ですね。この人に提供された曲です。菅野陽子といえば、主にアニソンとかゲーム音楽を中心に日本でも非常に人気を誇っている大重鎮の作曲家なわけなんですけれども、音楽性がね、とにかく高いんですね。この誰か海をという曲も、アニソンであるにもかかわらず、重厚なクラシック音楽ですね、明らかに。それでいて J-POP のこのかっこよさというのも同時に持ち合わせていて、かなり独特な曲なんじゃないかなというふうに思います。そして、菅野陽子といえばね、弦楽器の使い方がとてもうまいです。ストリングスが豊かなんですね。豊かでありつつ、過不足のない必要最低限の動きで、魅力を最大限に引き出しているというのが非常に商業作曲家らしくて見事です。菅野陽子のストリングスの使い方っていうのは、軽粒音、つまり長く伸ばす音がとても多用されていて、しかもかなり長く伸ばすんですね。具体的な部分は後で見ていこうと思います。そしてこの曲の中では、超三度転調というのが非常によく使われています。三度の転調っていうと、単三度で転調するっていうのは J-POP ではもはや常識と化したとてもよく使われる技法なんですよね。なんですけれども、超三度で転調するっていうのは、意外と珍しいかなというふうに思います。さあ、それでは実際に曲の方を聴いていきましょう。今回はフルで曲を耳コピしましたので、フルで分析していこうと思うんですが、聴いていただくのは1番だけにしようと思います。はい、このような曲になっているんですね。ではまず冒頭の方から見ていこうと思います。もうこの冒頭の A メロの段階でね、もうアニソン離れしてると思いませんか？これですからね、このピアノの伴奏とボーカルで入ってくるんですけれども、このピアノの伴奏に関してはもう明らかにベートーベンですね。この分厚い低音、中低音に密集したようなピアノのボイシング。これは、ベートーベンのね、月光ソナタの第一楽章をかなり彷彿とさせる作りになっているかなと思います。そして、コード進行にも注目してほしいんですけれども、ここですね。1の和音、そして5の和音の第二展開形。これ F の和音じゃなくて F 音 C でしたね。直しておきましょう。こういった第二展開形の和音、そして1の第一展開形、すなわち B フラットマイナー on D フラットという和音進行ですね。ここは展開形が出てきているわけです。普通ポップスには展開形というのは出てこないわけですね。そしてこの展開形の使い方、
3音 D 定型という名前がついていて、クラシック音楽で大変よく使われる基本的なコード進行になっています。そしてその後、4の和音に行って、ちょっとここでね、C ディミニッシュという変わった和音を経て次の和音に移っていくんですけれども、この和音は4の和音の負荷6、第6音をくっつけた形から第5音を省略した、負荷6の第5音省略、負荷6 5小の和音。これもやっぱクラシック音楽の和音なんですね。ポップスの文脈で見ると、なんだ C ディミニッシュ突然って思うかもしれないですけども、これはやっぱりクラシック音楽で見ると、普通に解釈可能な和音なんですね。そしてその後、B フラットマイナーじゃなくて B フラットメジャーオン D という和音に進んでいきます。この曲の調は B フラットマイナースケールなんですけれども、ここで B フラットメジャーが出てきますね。単調なのに長調の和音に解決をするというのはピカルディ収支という名前がついていて、やはりこれもクラシック音楽の技法です。で、こう進んでいきまして、こういう風に進んでいくわけですけれども、このね、6の和音から5の和音へと進む。そういう進行、これにもフリギア収支という名前がついています。ここのコード進行っていうのは低音が半音下がる。低音が半音下がって、ここで5の和音に半収支をするというコード進行ですけれども、このね、低音の半音加工がかっこいいですよね。フリギア戦法をちょっとイメージするということでフリギア収支という名前がついてるんですけども、これもクラシック音楽でね、大変よく使われるコード進行。もうとにかくクラシック音楽尽くしなわけですね。冒頭4小節の段階でもうぐっと心を掴んできます。そしてね、メロディーラインももう掴みがすごいんですよね、これ。ここですよね。何ですか、この音は。ここの半音のこのグイッと下がってくる。この刺繍音とても印象的ですね。で、半音で刺繍したと思ったら、普通にフラットに行ってしまいます。この瞬間どういう音が鳴ってるかっていうと、この3つの半音がメロディーの形でぶつかってるわけなんですよね。実はこの曲の中にはこの先にもこういった形で3つの半音がメロディーの形で出てきてぶつかるっていう展開が実はいっぱいあります。狙ってやってますね。はい、この3小節目でピカルディ収支をして、ここの部分の和音。この和音だけちょっとクラシック音楽っぽくないですね。和音のボイシングぶつかってますよね、かなり。半音でぶつかってます。で、コードネームを見ましても D フラット7、13th というね、テンションがくっついた形になっています。ここでね、ちょっと不協和音をドカーンと鳴らしているのは、メロディーラインが上で伸ばしてるからですね。メロディーが伸ばしている間に、ちょっと衝撃的な和音で埋めてると。そしてこの和音は、6調に対する5の和音。すなわち、その次に進む G フラットメジャーに対する、属和音、ドミナントとして機能していますから、セカンダリードミナントですね。現代風、J-POP 風でとてもいい響きです。そんな感じで4小節終わりまして、コード進行としては繰り返しになっていくわけですね。なんですけれども、ここから、リズムセクションが入ってきます。これは苦し紛れでドラムに入ってるんですけども、実際に鳴ってるのは効果音ですね。電気的なノイズが、ブツブツみたいな音が鳴ってます。こんな感じでね、細かいリズムで鳴ってるんですね。上の方では明らかにクラシック音楽、ベートーベンが鳴ってるわけです。その下のところで、電子音が鳴ってるんですよね。このアンバランス感、かなり効果的ですね。菅野陽子の音楽っていうのは結構リズムセクションにも独特な部分があって面白いなと毎回思いながら聴いています。はい、こんな感じで、コード進行としては同じものを繰り返して、やはりフリーギア収支をしてから、B メロに進んでいきますね。おーいという感じですね。いや、5の和音が鳴ってたのに、この次は B フラットマイナーじゃないのかと。B フラットマイナー1の和音に行くのかと思いきや、D マイナーに行っちゃいましたね。ここに行くのかと思いきや、ここに進んでしまいました。超3度上ですね。超3度上の超にいきなり転調しています。さっきも言った通り、この曲の中では超3度転調がよく出てくるんですね。
単3度の転調と比べて、長3度の転調の方がちょっとグイッと無理やり引っ張ってくる感じがあります。やや不気味な感じ、鮮烈な印象があるわけですけれども、この曲の雰囲気にぴったりですね。はい、そして B メロでは転調してから、コード進行としてはさっきと似たものを引きずっていきます。こんな感じで、やはり始めるところには3音 D 定型ですね。1、5の2点、1の1点という風に進んでいく和音。で、ここでちょっと特徴的な和音が出てきますね。この E フラットの和音ですね。ここに変異音が含まれていますね。フラットがついちゃってます。このフラットの音がつくことによって、本当は E ディミニッシュの和音が鳴るはずなんですけれども、それが E フラットメジャーのコードになってますね。これはナポリの2という和音です。これもクラシック音楽で使われる和音ですね。ナポリ楽派という昔の人たちがよく使っていた和音なんですけれども、このナポリの2という和音はベートーベンがよく使っている和音ですね。ここからも、ベートーベンを意識して書かれていることはよく伝わってきます。で、このナポリの2という和音はフリギア戦法の和音ですね。フリギア戦法といえばとても怪しくて、色っぽくて美しい響きがする。まさにこの曲にぴったりですね。はい。で、ここで今、E フラットが鳴っているわけですね。この E フラット覚えておいてください。この次の和音どうなるか。と思いませんか？ここ、低音の動きを見てみると、こういう風に進んでますね。さっき言った通りです。この3つの半音が、メロディーライン、低音のね、ベースラインの形でぶつかっています。これは意図的にやっていますね。要するに、せっかくここでフラットさせたナポリの2にしたっていう和音を、この次の時には、今度は普通の2の和音、Em7 フラット5という和音で出してくることによって、この変異音をね、意図的に混在させています。フラットなのか、ナチュラルなのかっていうのをね、混在させることによって、なんか調的な雰囲気をね、曖昧にしてるんですよね。調的に不安定。調整がわからない。ふわふわと浮いていて、地に足がつかない感じにしています。で、このちょっと不安定で地に足がつかない感じっていうのは、実はこのね、第3音重複にも見ることができるんですね。さっきからずっと、実は第3音が重複する和音がいっぱい出てきていました。例えばね、もうごく冒頭のここですよね。この和音、B フラットマイナーオン D フラットという和音ですから、こういう和音ですよね。なんですけれども、第一点階形、つまりサードがルートに来るような和音を演奏するときは、ここで鳴らしているサードの音は上で鳴らさない方がいいんですね。これ鳴らさない。こういう風にするのが原則です。クラシック音楽ではこれは規則になっています。なんですけれども、この曲の中では、その第3音が重複しているっていうことがね、かなりあります。で、これは、なんか間違えてやっちゃったとかそういうことは考えられませんね。ここにも第3音が重複してますね。ここにも重複してますね。ここにも重複してますね。で、ここにも重複してますね。いくらなんでも多すぎるので、これは狙ってやっています。つまり、第3音は重複させないでねというルールがクラシック音楽のルールにあるわけですね。なんで重複させちゃいけないかって言ったら、それは重複させたら音が気持ち悪くなるからです。で、ここでは音が気持ち悪くなることをなんと逆手にとって利用してるわけですね。これは驚くべきことです。ルールっていうのは、とにかく従ってればいいというわけではないんですね。なんでそのルールがあるのかっていう理由がちゃんと理解できていれば、逆手に取ることもできます。はい。というわけで、こんな驚くべきことがあった上で、はい。ここでもうなんか、腸がだんだん曖昧になっていってるんですけれども、転調をしていきます。こんな感じでね、かなりコード進行としては不思議ではあるんですけれども、ベースラインが半音ずつ上がっていく形になっていますね。で、半音ずつ上がっていった結果、ここで、B フラットセブンス、オン A フラットというね、和音がやってきて、それがこの意外なところに解決をしていくわけですね。4調に対する5度7の第3点階形だった和音が、4の和音ではなくて、準4、つまり4のマイナーですね。4のマイナーの和音の第1点階形に解決をしていくと。で、ここでも、なんとベースラインがですね、こういう風に進んでいますね。
の3つの半音をぶつけています。はい、ここで3箇所目ですね。で、ここの解決した和音なんですけど、4のマイナー、すなわち E フラットマイナーにはなってるんですけれども、テンションとしてはメジャーセブンスがついています。この音ですね。そもそもこの歌はとても、暗い、痛々しい響きの歌なんですけれども、ここでね、決めの部分の和音でマイナーメジャーセブンスが出てくるっていうのはかっこよすぎますね。で、この和音についてですね、ちょっと深掘りをしていきたくてですね、この和音、E フラットマイナーメジャーセブンスという風に見ることも可能なんですけれども、どちらかというと実は D オーギュメントセブンスフラットナインスという風に見た方が理解しやすいです。どういうことかというと、この和音は、さっきね、4のマイナー、準4の和音だという風に解説したんですけれども、実際のところはね、5の和音の第一点階形だという風に考えた方が妥当です。なんでそう言えるかっていうと、ここのコード進行ね、G マイナーに向かって解決していきます。つまり和音だけ弾くとこういうことですね。なんだかとても解決感を感じませんか？そしてね、ここの部分の旋律の動きに、同音の解決を感じませんかね。ここで同音が解決してるんだとしたら、ここで鳴ってる和音っていうのは5の和音のはずですね。そのような発想でこの和音を見てみると、この和音実はD オーギュメントセブンスにフラットナインスのテンションがついている。でしかも、ルートが変わってますよね。ルートが F シャープのところになってる。そういう音コードだというふうに考えれば、かなりしっくりくるわけです。はい、そして G マイナーキーに転調していくんですけれども、ここでの転調はどのように行われているかといえば、和音としては、直前の E フラットマイナーから G マイナーへ進んでいるわけですね。つまり、こう進んでるわけです。つまりこれ和音がね、長3度上に直接的に進んでるわけですね。転調自体はここでは長3度転調というわけではありませんが、和音の進行は長3度ですね。なので、長3度を挟んだ転調ということで、やはり一貫しています。で、このメロディーですよね。さっきまでメロディーラインは結構息が長くて、あんまり16分音符とか出てきてなかったですよね。それこそクラシック音楽っぽいメロディーラインだったわけなんですけども、サビでちょっとメリハリがついていますね。このように16分音符が連打されて、切迫した感じになります。で、しかももう一箇所、注目しておきたいのはですね、これね、メロディーの終わりの音が、この部分では G マイナーキーなのにもかかわらず、A の音に終わっています。つまり第9音に向かって終止しているんですね、このメロディーはね。菅野陽子はこのようにテンションに向かってメロディーが終わっていくっていうことがよくあるんですが、単調で第9音に向かって終止するようなメロディーを書くと、6リア旋法の雰囲気が出ます。6リア旋法というのはとても怪しい響き、妖艶な響きのスケールになっていますから、ここでそれを持ってくるのかと。発想力すごいですよね、本当に。そしてもう一個ですね。ここでは旋律的単音階が使われています。もうエッチとしか言いようがない。素晴らしいですね。この一小節のメロディーに対してだけでもこんだけ言うことがあるわけですから、作曲が上手すぎて解説違いがあるというものですよね、本当に。で、ここでのコード進行をちょっと見ていきたいと思いますね。コード進行もびっくりですね。はい。これがリフになっています。これを繰り返していくコード進行なわけですね。これどういうコード進行なんでしょうかと。見てみますと、始まりは1の和音で、これはわかります。で、その後 b マイナーに進んじゃうのはどういうことかっていうと、要するに、マイナーコードが小3度上にずれたということですね。やってることはさっきから変わんないわけです。こういう風に進んだと。さっきまでは転調の時に超3度で動いてたんですけども、ここではコード進行の中で超3度で動いています。この曲の中ではとにかくマイナーを超3度平行移動させるっていうことを何度もしていますね。そして b マイナーに行った後で、ここが結構不思議な和音になっていくんですけれども、
まあそもそもこの前でなってる b マイナーという和音は、まあ3の和音ですね。3の和音の派生形ですから、3の和音から4の和音に進むのは別に不自然ではないだろうと。実際スムーズに進んでいて違和感はありません。そして、ここで4の和音が鳴っているんですけども、この4の和音というのを、平行長調における2の和音という風に読み替えることで、ここでちょっと一瞬だけ長調になって明るくなるような雰囲気になりますね。この次のところでなるこの和音。この和音は3の2点という話になるんですけども、平行長調の中で考えれば1の2点ですね。1の2点っていうのは、ドミナントの和音、5の和音の代わりに使うことができますから、まあ要するにここでは5の和音が鳴ってるものと考えて、2、5、平行長調における2、5をやってるというふうに考えて問題ありません。で、平行調の5の和音が鳴ったわけですから、その直後に平行ではない普通の主調の1の和音が来てもまあ問題はないでしょう。さあ、そういう、まあなんか力作の4小節感なんですね、これは。ちょっともう一回通しで聞いてみようと思います。いやー、すごい4小節ですね。で、まあ、ここでコード進行だけじゃないですね、すごいのは。弦の動きですね。この曲の中ではここまでまあ、弦っていうのはほとんど出てきていません。満を持してサビで弦が出てくるんですけども、まあ弦出てきたと。どんな豪華な動きしてくれるのかなと思ったら、とてもシンプルな動きですね、この弦の動きというのはね。ちょっと聞いてみましょう。こんだけですね。何をやってるかというのを順番に説明していくと、まず、チェロ。チェロは普通にベースラインを弾いているだけです。以上ですね。そして、バイオリン。バイオリンはなんか上の方でちょっとキーンって伸ばした後、まあ、ビオラに対してユニゾンで動いていって、その後はドララーっと伸ばしていますね。そして最後にビオラ。ビオラは唯一メロディーラインを弾いてますね。このメロディーライン、素朴だけども印象的ですね。気づきましたかね？ここにも、ここに半音が3つ隠れてますね。ここでもぶつけてるわけです。で、このストリングスのパートに含まれているメロディーラインっていうのはこんだけシンプルなもんです。で、その後はビオラも音を伸ばしてますよね。音変わんないですね。バイオリンもビオラもここで伸ばしてる音2小節間変わりません。でも和音は変わってますよね。まあ、変わってると言いつつ、実は変わってるのベースだけですね。ベースしか変わっていないということがここで分かったと思います。菅野陽子の非常に大きな特徴の一つなんですけれども、弦楽器が極端に伸ばすんですね。ここでは2小節しか伸ばしてませんけども、これはまだいい方で、この後曲の終わりの方に差し掛かってくるとなんか、バイオリンが7小節間全く同じ音を伸ばしてるとか、そういうようなことが発生してきます。これはどういうことなのかっていうと、実はクラシック音楽の技法に近いんじゃないかなというふうに自分は思います。クラシック音楽の対位法ですね。対位法ではこのように音をブワーっとずっと伸ばして、それを軽粒音として扱うっていうことは一般的に行われています。菅野陽子の場合、軽粒音を大胆にこういう風に使った結果、まあ音コードとかね、テンションが鳴ってるという状態になって、まあクラシック音楽では説明がつかない、まあ現代風でポップな響きにはなるわけなんですけれども、そこに使ってる技法っていうのはクラシック音楽の対位法です。で、この後はサビをリフレインしていきますね。はい。ここのドラムかっこいいですね。さっきまではずっとなんかノイズが鳴ってただけですね。そこにいきなりドラムが入ってきます。しかもかなり音が歪んだ形で、リズムもなんかよくわかんない、すごく衝動的なものですね。このドラムはもはや、まあ、リズムを取ってるとかじゃなくて効果音ですね。さあ、これで1番が終わっていって、感想のところに入っていくんですけれども、この感想がね、かなりやばいです。
サビが終わった後、まずここでこのように d マイナーに転調していきます。ここでは単3の上にコード進行をしていますね。こういう風に進んでます。さっきまでは超3度で平行移動させてたけども、ここでは単3度で平行移動させていると。で、d マイナーキーに行った後、コラールが行われます。コラールはつまり合唱ですよね。この辺、ちょっとわかりづらいんですけれども、A メロのコード進行が再現されています。1の和音、5の2点の和音、1の1点。でそこから、6の1点。さっきは4の和音に進んでたと思うんですけれども、ここでは6の1点までも似たような和音ですよね。で、そこからここでナポリの2に行っちゃう。っていうのも、実はさっき見ましたよね。そういう風にして、一回やったコード進行を再現していると。で、実はこの再現というのもクラシック音楽の技法です。ベートーベンの月光ソナタとか、ああいう曲の中にも主題が出てきて、その主題っていうのが何度も使い回されて再現されていきますよね。それをここではやってるわけなんですね。全体的な構造としてもクラシック音楽準拠です。で、ここはコラールの構造をしてますから、全部のパートが独自にメロディーとして動いていきます。これはまさに対位法ですね。もう直接的に対位法です。ここなんかにね、もうすごいバッハみたいですよね。バッハの曲の中によく出てくるようなメロディーラインじゃないですか、こういうのって。複雑に旋律が絡み合いながら進んでいくので、コード進行っていうのはパッと見分かりづらいですが、安心してください。僕が書いておきました。で、先を見ていきますと。こういう風に進んでいきますね。さっきナポリの2まで見ましたけども、ここでナポリの2に行ってから、ストンと和音は下に下がっていきたくなりますよね。つまり、普通こう行きたくなりますよね。これで解決です。d マイナーオン F ですね。1の和音に進めば解決できるわけです。なんだけど、ここで音がね、下がってませんね。軽粒音です。軽粒してるせいで、ちょっと変な和音になっています。で、ここで下がれてますね。ここで下がって解決感が出ています。で、解決したと思ったら、今度はベースラインがまた半音ずつ上に上がっていきますね。ここのコード進行も実は再現になっていて、さっき出てきました。サビの直前のところのコード進行ですね。ベースが半音ずつ上がっていくところ、これを再現しています。で、こう進んでいくわけですけれども、はい。ここではさっきと同じようにベースラインで、半音3つのぶつかりありますね。で、コード進行は同じなので、割愛をしていって、こういう風に進んでいきます。これまだ乾燥中ですね。メロディーラインが出てくるんですけれども、ここのメロディーライン、言うまでもなく A メロのメロディーを再現しています。やはり再現ですね。素材を使い回すということが意識されています。そして、コード進行ね、ちょっと注意してほしいんですけれども、A メロのコード進行再現されてるんですけれども、一箇所だけ違いますね。チェロがベースライン、属音を補足しています。下でずっと属音を鳴らし続けてるわけです。この属音補足の技術っていうのは、ポップスでも使われないことはないけども、あんまり使われませんね。どちらかというと、クラシック音楽でやはり大変よく使われます。これはオルゲルプンクトとも呼ばれるんですけれども、どういう時に使われるかっていうと、ソナタ形式の曲における小集結部とかですね。曲が真ん中あたりで、ずっとちょっと引き伸ばされて、じゃん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 と引き伸ばされている緊張感が高まるシーンの時に、属音補足が使われます。
続音が伸ばされている間はずっとドミナントの響きになりますから、緊張が継続されるということです。別にこの曲、さっきのこのね、コラールが終わってすぐに2番に進むこともできたと思うんですけども、わざわざここにね、そなたにおける小集結部のようなものを一瞬挟んでるわけです。曲の構成としてもかなり見事かなと思います。じゃあちょっと先の方も聞いていきますと、こういう風にして、ついに2番に進んでいくわけなんですけども、ここね、見事ですね。ここね。ここにゾーン2度が含まれているんですけども、これとても色っぽいですね。この和音。ここ F ディミニッシュが鳴ってるんですけども、フリギア戦法の和音が一瞬だけ、モーダルインターチェンジで出てきてるわけです。センスがいいという風にしか言いようがないですね。はい。で、2番に進んでいきます。2番は全体的に1番と似ていますけれども、ストリングスがとても多く入ってきます。はい。ストリングスがやっぱりいい味出してますね。ちょっと弦だけを切り出して聞いてみましょうか。こういう動きをしてます。動きとしてはあまり激しくないですけれども、過不足なく、心地よい感じで対比的なメロディーラインが絡み合っている感じですね。とにかく菅野陽子の弦の動きで一貫しているのは動きすぎないってことですね。で、あとこれですね。ちょっと旋律を強調したい瞬間だけ、ここですよね。1オクターブで音を重ねてハモらせる。こういう風に一瞬だけ音を重ねることで、ちょっと強調します。で、この後。はい。展開自体はほぼ一緒なんですけども、やはり弦だけ抜き出して聞いてみましょう。やはり動きは過不足ありません。一個強調しておきたいのは、軽粒音ですね、やはり。さっきも言った通り、菅野陽子は軽粒音の使い方が上手です。ここね、軽粒してますよね。軽粒してるせいで、この瞬間、この一拍の間には鳴ってたらいけない音がここで鳴ってます。アボイドノートですね。なんだけども、その後すぐにこっち側にこう動いていくから別にいいんですね。で、ここにもありますよね、軽粒音ね。こういう風に前の小説にタイで繋がっているという音なわけなんですけども、こういう軽粒音もやはりかなり基本的な音のリズムということになっています。で、その後ね。ここでちょっとだけ弦が動く。こういう風になんか静かだな弦と思ったら突然動き始めるっていうのも菅野陽子の特徴です。一瞬だけですね。で、その後、なんか動いたなと思ったら突然ずっと伸ばし続けるんですね。このようにタイで繋がっています。で、最後。ここで決めですね。明確にかっちょいい決めが入るんですけれども、ここでの弦の動きっていうのは平行していますね。
ここなんかでは連続5度も発生しています。発生しているんですけれども、この連続5度は許される連続5度ですね。なんでかっていうと、ここの音程が弦5度だからです。そもそも連続5度が禁止っていうのもクラシック音楽の時代の古いルールなんで、今は気にしなくていいんですけれどもね。で、サビに入っていきます。サビもほぼ一緒ですね。一個特筆すべき部分があるとしたら、弦がちょっと増えてます。ここにね、ビオラのメロディーが入ってるわけですね。このメロディーがビオラで演奏されているということに意味があります。ビオラっていうのは、こういう高い音を弾くとかなり張り詰めた響きになります。苦しい響きなので、使い方を間違えるとなんか聞きづらい、気持ち悪い音になっちゃうんですけども、このように張り詰めた雰囲気を出したい時には非常に効果的ですね。で、菅野陽子っていうのはオーケストラの曲とかも非常に巧みに書き上げることができる作曲家ですから、こういうオーケストレーションという部分でも能力を発揮していることがよくわかります。で、ここからもサビがずっと繰り返されていって曲が終わっていくんですけれども、ここからもやはり弦に注目ですね。弦がとても長く伸ばします。どうでしょうか。かなり弦の動きというのは少なめなんじゃないかなと思います。でも弦の動きっていうのは少なくていいということがわかりますよね。ただ伸びてるだけでも十分な効果がある。それはもちろん菅野陽子の作曲が上手いからでもあるわけなんですけれども、動かせばいいというもんではないと。そういうことを言ってるわけです。で、こんな感じで突然動くっていうのもね、やはり、普段動かないからこそ突然動いた時にメリハリがついてグッとくるわけです。逆になんか普段からあちこちに動いてたらこういう時に動いてもだからなんだよっていう感じであまり刺激的ではないですよね。で、こことかね、とても効果的に弦が動いてます。16分音符でのこの激しい登っていく音形、これが一瞬だけカノンになってますね。同じ音形がリズムをずらして繰り返されていくと。これはまさに対法的なリズムのずらし方ですし、ここまで弦が必要以上に動いてこなかったからこそ、ここで生きてくる弦の動きだということですね。はい、こうしてラスサビが終わっていって、ラスサビが終わったからアウトロかなと思いきや、なんと A メロに進んでいきます。これで曲が終わるんですね。なんとも衝撃的です。最後のこの部分の構成は非常に見事だと思いますね。まず、G マイナーキーで進んでいたこの曲が B マイナーに進みますね。やはりやってることは何かっていうと、単和音が超3度上に転調したと。それだけです。なのでさっきまで一緒ですね、やってることはね。
ただ、その結果 b マイナーキーに来るんですね。で、この b マイナーキーっていうのは、冒頭部分、B フラットマイナーキーから見ると半音上の調になってます。調がちょっと違うんですね。で、そんな半音上の調で、冒頭の A メロとほぼ同じことを再現します。とても熱いですね、この展開。前奏と同じだ、でもなんかちょっと違うという風になるわけです。で、そのまま A メロを流していって、5の和音で曲が終わります。これは本来やってはいけないことですね。5の和音っていうのは緊張した和音ですから、その後1の和音に向かって解決しないと気分が悪いっていうのが普通なんですけれども、いいんですね。気分が悪いのを狙ってやってるわけです。さっきと一緒ですね。ルールを意図的に破ってますね。この曲は非常に暗い曲ですし、歌詞も意味深ですね。ここで半終止、つまり5の和音ドミナントで終わってしまうことによってとてもいい効果が得られています。そして、より深読みするんだとしたら、この曲ってのはアニソンですから、次の回の話ってのが常にあるわけですよね。この曲エンディングテーマなんですけれども、次の話気になるなっていう感じを演出するために、終わらないよっていう和音として、ここで5の和音で終わらせてるのかもしれないなっていうふうにも思いますね。で、まあそうは言いつつ、ここってフリーギア終止の形で和音が進行してますので、全く曲が終わった感じがしない奇妙かっていうとそんなことはないです。フリーギア終止でなんかフリーギア戦法っぽく色っぽく終わる。そういう風に考え抜かれたコード進行で曲が終わっていってとても見事だなという風に思いますね。さあ、というわけで結構長く喋ってしまいましたが、菅野陽子の誰か海をの分析が終了いたしました。話すことはとても多かったですね。菅野陽子は何しろ日本でも有数に作曲が上手い作曲家ですから、さらっとやってのけてしまいますよね。まあ具体的にこの曲の中で見られた特徴としては、単和音が超3度そのままずらされるような超3度転調ですね。そして、あからさまにクラシック音楽、とりわけベートーベンや、もしくはバッハの対法のような動き、そしてストリングスは動きがかなり少なめで、同じ音をずっと伸ばしている部分がとても多い。こういった特徴が、この独特な音楽性を生んでいるというふうに言えます。菅野陽子というのは曲によって結構使う技法が異なっているので、一貫した特徴というのは見出しづらい部分があるんですけれども、また別の曲で菅野陽子を取り上げることはあると思いますので、その時をぜひ楽しみにしていてください。では本日はここまで。ありがとうございました。